こんにちは、加藤です。今日の動画は先日行われましたデッサン講座の様子をダイジェストでお送りしたいと思います。皆さん、生け花はやったことありますでしょうか？華道家元池坊東京支部様から依頼をいただきまして、会員の皆さんに向けたデッサン講座を私、加藤が担当させてもらったんですね。その時の様子をご紹介したいと思います。では最後までゆっくりとご覧ください。どうぞ。まず皆さんに何の先入観もない状態で1枚デッサンをしてもらおうと思います。次に私の方からデッサンの基礎について解説をしていきます。その後、3つほど実際に練習をしながら書き方についてレクチャーしていきます。途中、休憩を挟んで4、アフターデッサン。これまでの練習を経た上でもう1枚同じようにデッサンをしてもらいたいと思います。で、最後になりますけれども、皆さんの中から何点か、2、3点くらいになるかと思いますけれども、作品の好評、それからアドバイス、こんな風にすると良くなりますよっていう話をしていきたいと思います。皆さん、お手元に柿つばたの画像をお持ちだと思うんですけれども、これを元に1枚、いつものような感じでしていただきたいと思います。私はですね、いつもこんな感じのクロッキー帳に鉛筆、それから消しゴムを使って書いています。こんな感じのクロッキー帳と鉛筆、HB と 4B、それから消しゴム。だいたいこれだけの道具立てがあれば簡単なスケッチできるんですけれども、早いですね。これは今こんな感じのデッサン送っていただきました。結構ね、バランスよく描けていると思うんですけれども、一応この台座の部分、お花と下の柿の部分まで入った状態で、まずは書いてみてください。で、これも含めたバランスを見ていこうと思います。デッサンのお話をしていきたいと思います。まず皆さん、この絵を描くにあたってどんなところに気をつけて描き始めていますか？描く前によく感じ取ってほしいのは、どちら向きに傾いているのかなとか、どんな風に長さの比率が、バランスが取られているのかっていうあたりを見ていきます。皆さんお花を生けるときに気にされていることと共通していることだと思うんですけれども、全体を観察しながら特徴を捉えるということです。デッサンって習ったことある人少ないと思うので、コツについてお話しすると、描き方というよりも、ものの見方について学ぶのがデッサンだと思ってください。人っていうのは、どんな風に見えているのかではなくて、どんな風に見たいかっていう主観でものを見ているっていうことが多いんですね。なので、どうしても絵がうまくいかない、形がよく取れないっていう方は、やっぱり主観的に自分の思い込みで形を見ていることが多い場合があります。そんなわけで、まずは客観的に見るための練習、全体を比率で見るっていうことを考えていきたいと思います。ですね、器のサイズ、一番下の部分なんですけれども、赤い色で目盛りを塗ってあります。で、この赤い目盛りがいくつ分の、花の部分が器に対していくつ分になるのかなっていうのを見ていこうと思います。なのか。その次に、今度は主要な、例えば今回で言うと、花の位置は、何分の何くらいのところであるのかなっていうのを、ちょっと青い線を引いて捉えています。まずは書き始める前に、どこに何が配置されているのかを見極める。バランスを確かめる。そんな風な見方をしていきます。こんな風にいきなり書き始めるんではなくて、ガイドラインを引いてみると、その先、デッサンがしやすくなると思います。ちょっと紹介しますね。今来ている作品の中から、こういった作品とか、こういった作品とか、授業を受ける前の作品が来ています。ここからちょっと練習課題をやっていきたいと思います。まずは、皆さん用意してもらった鉛筆の中の HB を出してください。で、今これ、私の鉛筆見てもらうとわかると思うんですが、ピント合うかな？通常の文字を書くときの鉛筆の芯の長さに対して、結構ね、斜めに鉛筆を削ってるのわかりますか？これ、デッサンをする上で特徴的な鉛筆の削り方だと思うんですが、デッサンするときはね、
鉛筆の持ち方がこうじゃないんですよ。文字を書くときはこうやって持ちますよね。それに対して、デッサンするときはこんな風に持って、鉛筆をね、寝かせて使うことが多いです。なるべく鉛筆を寝かせて使えるように、この芯を長く削り、斜めに削るんですね。こんな風に削って、鉛筆を寝かせて使えるようにしているのが、はい。ではね、ちょっと鉛筆の使い方、もう一回言ってみましょうね。描く際にはこんな風に寝かせて持つっていうことと、最初からあんまりこう力を入れないで、わかりますか？弱い力でふわーっと鉛筆を動かしている。こんな風に当たりをつけるとか探り書きって言うんですけれども、形を取るときに少ない力で弱い力で落書きみたいな感じでこんな風にふわーっと書いていく。で、ふわっと書いているせいで消した時にも跡が残りにくい。綺麗に消えてくれるんですね。なので、いきなり本番の形を決めるっていうのが苦手っていう方は、この鉛筆を寝かせて、ちょっと芯を長めに削っておいてですね、寝かせて、ふわふわふわっと書いていく。こういう使い方を覚えると、失敗が怖くなくなると思います。はい、画面全体をこのくらいの大きさとしたときに、まず上がどこ、下がどこまでかを決めてあげる。次に中心を通る、ガイドラインを引いてみて、その上で器の大きさ、穴の上から下まで終わり全体の中のどのあたりに来るのかなっていうあたりをつけていきます。例えばこの辺、そしてこんな感じで、下に向かってちょっと膨らんでるような器が来ると。で、この時に、ラフな線を何本も引きながら、形はね、こうはみ出たり、あとは線が二重になったり三重になったりしても構いません。大体の比率を見ていくことと、大まかなシルエットで捉えていくこと、そのことを大事にして、細かな部分はここでは無視しましょう。例えば器がこのくらいのサイズ。そしてお花が中心に対してちょっと右側に寄ってるかな。葉っぱの先端はどの辺に来ているのかな。この最初に外側の一番端っこを見ていくんですね。例えばこの器のエッジ、大きさのこの終わるところに対して、ちょっと内側、この辺に葉っぱの先端が来ているのかなとか、左の端はこの辺に、ここに対してどのあたりに来ているのかな。こんな風な多角形で最初に終わりの部分、形の終わるところを確かめていきます。ここが上のお花、下のお花がこの辺かな。葉っぱの先端はこのお花に対してこんな角度で先端が端っこに来ているかな。右下の葉っぱの先端の位置はこの辺りに来ているかな。そんな風にポイントになる葉っぱの先端の位置をいくつかこんな風にメモのようにですね、それぞれの場所をちょっと書き入れてみて、こういう当たりをつける探り書きをしてみます。で、この位置が決まったら、大きな流れを意識して、例えば今回の例で言うと、こんなカーブなのかな。若干左側を通って右に傾いていくように。はい、こんなカーブで、こんなカーブで、こういう骨格になる構造を捉えていきます。最初に終わりを決めること、そして要所要所、ポイントになる、端っこの部分、先端を決めていくこと。で、ある程度こうやって書いたら、ちょっとね、薄く消してあげると余計な線が見えなくなって分かりやすくなると思います。で、その上でもう一回形見直します。はい、こんな構造かな。ここでは全体のね、バランスを捉えること、バランスを見ることを重視して、
細かなところはあまり気にしないでいいです。どこに何が来るのかな、全体のバランスを見ていきます。では次に、遠近法についてお話ししていきたいと思います。同じ絵を、鉛筆を変えて描いています。こちらは HB で描いた全体的に薄い調子トーンのもの。こちらは 4B を使って描いたちょっとはっきりしたコントラストの強いもの。例えば、この枝一つ比較してみましょう。そうすると、紙の白さとのコントラストが強いので、より手前にくっきり浮き出た感じがしないでしょうか。器の左側、濃い色をこうやって乗せているせいで、紙に対してコントラストが強くなっています。そのせいで前に飛び出た感じが比較するとですね、するのではないでしょうか。HB と 4B を今回用意してもらったのは、筆圧が、書く力が一緒だとしても、このくらいの差が出ますよっていうことを見ても、いきなりお花っていうと難しいかな。何にしようか。この後ね、ちょっと器物の説明しようと思うので、円柱みたいなもの、ちょっと鉛筆を変えて、2つ同じくらいの筆圧で鉛筆を押し付ける強さをあまり変えずに、同じ力で2つ描いてみてください。そうすると、柔らかい鉛筆 4B を使って描いた方が、結構コントラスト、白い紙に対するコントラストが強く見えているのではないでしょうか。これで前後感をこれから出していこうと思います。こちら側から見たときに、手前に出てくる、お花を生けるときになんかこういう感じで、手前から奥へ順番に、ちょっと適当ですけれども、これつぼみだと思ってください。簡略化すると、こんな感じに前後感が、手前から奥へ、距離感を持って生けられると思うんですが、その際に皆さんね、この手前を描くとき、そして中間を、この芯の部分を描くときで、鉛筆をね、物理的に変えてみるといいと思います。まず全体を HB で描いてみる。全体を、正面から見たときですね、HB で描いてみる。その後、手前ほど、4B とか、ちょっと筆圧を上げたりして、濃くはっきり描いてみる。そうすると、筆圧を変えるだけじゃなくて、HB と 4B みたいな、物理的に鉛筆の濃さを変えることによって、手前はコントラスト強く、遠くはコントラストが弱く、そんな風な前後感、手前奥の感じが出せるようになってくると思います。その3、次に形の取り方についてお話していきたいと思います。器を描くのに苦労されている方がいるなという印象を受けるんですね。で、いろんな器の形、デザインあると思うんですけれども、例えば一例として、こんな感じの器、こんな感じの器を描くとして、その際にどんなところに気をつけて描いたら形が上手に捉えられるかっていうお話をしていきます。まず、大きく、器、花器の形、円筒形と、四角いものに分かれるかなと思います。円柱と立方体、もしくは直方体が描けるようになると応用が効くようになるんですね。というわけで、まずは1番目に円柱、それから2番目に、立方体、もしくは直方体についてお話ししていきます。はい、単純化した円柱を描く際に皆さん気をつけてほしいポイントは、こういった高さのある筒状のものを描くときに、これですね、見る人の目の高さによって、この楕円の見え方っていうのは変わってくるんですね。例えば、目の高さちょうどに来ると、直線しか見えません。少し見下ろすようになると、楕円が潰れて見えてきます。
もうちょっと見下ろす角度が強くなると、楕円が少し膨らんで見えてきます。もっと見下ろすと、もっと膨らみます。で、自分の真下に来ると、正円に、まん丸に見えます。こんな風に、円筒形のものを描く際に、見下ろす角度が目線よりもどのくらい下なのかによって、楕円の見え方は変わってくるんですね。下に行くほど横幅は一緒で、縦が広くなってくる。ここの部分が広く見えてきます。はい。というわけで、こういった円柱形状のものを描くときに、上の楕円に対して、下の楕円が、そこの部分ですけど、下の楕円が、この丸みがですね、ちょっと膨らんだ感じに、上よりも下の方がちょっと膨らんだ感じに描けると、自然な、形状に見えます。気をつけてほしいのは、上の楕円に対して、下の楕円が潰れちゃうこと。これちょっと見えない裏側を薄く描きますけど、こんな風に潰れたように描いちゃうと、なんか違和感を感じる。上の楕円に対して下の楕円がちょっとこう、カーブが膨らんだような、太ったように描けると、自然な見え方に見える。これを踏まえておくと、今言ったような器物を描く際に自然な形に捉えられます。これもね、同時に皆さん、覚えてほしいなと思う。立方体、四角いものを描く際の捉え方。簡単に今ちょっと四角いものを描いてみましたけれども、今これ右斜めから見た状態。もしくは真正面から見るとこんな感じに見えるでしょうか。見えない裏側をちょっと点線を引いてみると、こんな感じ。もし透明だったらこんな感じの四角が真正面から見るとこんな風に見えると思います。この時に気をつけてほしいのは、これ遠近法って言うんですが、遠くに行くと平行線がすぼまって見える。本来は平行なものなんですけれども、こういったね、平行なものが遠くに行くにつれてすぼまって見える。狭くなって見える。こういった遠近法を理解していると、正面もしくは斜め横から見た時の立体がきれいに見えます。これ正面はこれ皆さん大体いいと思うんですけど、斜め横から見た時ってどうなんだろう、書くことあるのかな。例えば、私、この下記で、ちょっとなんか船の形したような、そんな器ちょっと画像を見たんですけれども、そういう船みたいな形を描く際は、最初にね、こういう直方体を薄くガイドラインを引いて想定してみます。で、例えばここが船の形だとしたら、こんな風な、ここがこの中心、ここがお尻の部分。こんな風な船の形を、この直方体をもとにこう想像して、想定して描いてみると、結構綺麗に描けるかなと思います。結構複雑な書き、あると思うんですけれども、大体円柱もしくは、この立方体もしくは直方体に還元できる。単純化すると、直方体と円柱のこう複合体でできていることが多いかなと思うので、こういった考え方を理解しておくと、より自然な形のデッサンができるようになるかと思います。はい、また戻ってきました。この画像ですね。で、この画像を描く際に、気をつけてほしいポイントとして、前後感、ちょっと真横から撮った写真も、はい、皆さん手元にはないと思うんですけれども、はい、見えていますでしょうか。この画像は右側が正面で、左側が奥側になります。ちょっと横から撮った写真なんですけれども、
この手前側を描く際には 4B、そして、芯から添えにかけて後ろ側を描く際には HB、描く時の筆圧、鉛筆を紙に押し付ける力をちょっと変えてみたりしながら、前後のコントラストの強弱を意識しながら書いてみてください。こんな書き始めでした、私。全体を HB でふわーっと捉えながら、全体を捉えてバランスを見ていく。で、その後、個々の葉っぱを描く際には、手前ほど筆圧が強めに。今これ 4B を使っていますけれども、手前ほど、筆圧を強めに、遠くは弱めにっていうのを意識して、ちょっとね、前後感を出すことを意識して書いてみてください。あと、その練習課題というか、私と一緒にちょっと書いてみましょうって言った、円柱だったり、立方体だったり、そういったのをね、こう画面の端っこにメモのように書かれている方もいますが、そんな風に、書き慣れるデッサンにおいては、落書きだと思って、手を動かす練習だと思って、紙の端っこにですね、いろんなものをこう書きながら、落書きが楽に書けるようになるのも上達するポイントだと思います。皆さんどうしてもね、本番というか、うまく書かなくちゃとか、こう流れるような流麗な線を引かなくちゃって思い込みすぎるせいで、線が萎縮しちゃうっていうパターン結構多いんですよね。なので、何十遍もこう線を何度も引きながら、で引いて線が邪魔になったら消しゴムとか練りゴムで少し薄くして、最後に清書して整えるぞくらいの気持ちで書いてみると、変なプレッシャーから解放されて、のびのびとした線が引けるのではないでしょうか。届いた作品の中から何点かピックアップして、好評、それからアドバイスをしていきたいと思います。これが、授業を始める前に書いていただいたbefore に対して after がこちら。先ほどの作品に比較して、鉛筆の強弱、手前と奥とで意識して筆圧を変えている。全体の流れ、上から下までの一旦左に傾いてから右へ向かってスッと伸びる感じがうまく出せるようになったんじゃないかなと思います。このね、葉っぱの前後、もしくは花の手前奥って書き分けは難しいとは思うんですけれども、こういったね、コントラストの違いで表すっていうこと。あとは花器、下の部分、花器の縦横比のバランスも現物に近くなったんではないでしょうか。まずこれがビフォーです。結構綺麗に書かれているんですけれども、対してアフターどうでしょう？皆さんから見て違いは何か感じられるでしょうか？まずね、器がなんかすごく立体感を感じるなっていうことと、手前奥の葉っぱの書き分けが意識されたせいで分かりやすくなったのかなという印象を受けます。で、私がね、ちょっと大げさなくらいに手前を強く、奥は弱くしてみましょうって言ったせいか、その芯の部分、中間の部分がちょっとね、弱くなりすぎたかなって気がするけど、これは私のね、言い方が悪かったというか、前と後ろって2つに分けて、書き分けるようにお話をしたんで、こうなっちゃったのかなという気がします。で、皆さん今後ですね、手前、中、奥っていうふうに、その段階を3段階くらいに意識的に、細分化していくといいかと思います。最初はね、思い切って2種類。手前奥、前後。それができるようになったら、今度は手前と中と奥、3種類。そんな風に少しずつ手前から奥までを意識的に変えることによって、鉛筆1本だけでも、その奥行き感、今回2本ですけども、奥行き感が出せるようになっていきます。で、これなかなかいい作品だなと思いました。まず1回目、1作目がこちら。まだ少し線がギクシャクしているかなということと、でもバランスはすごくいいですよね。上から下までを見て、全体のバランスはよく取れていると思います。それに対して、今度はこちらが、ちょっと器に今度はね、調子が、色がついて、立体感、前後感を、より出している、醸し出している感じがするんですけれども、
お花ももちろんいいんですけれども、牡蠣の描き方が非常になんか上手くなったんじゃないでしょうか。ちょっとびっくりするような進化の仕方をした、一例ですね。あと、植物の、厚みというか、葉っぱのなんか立体感みたいなものも感じられる、そういった作品になったと思います。ちょっとね、周りが汚れてる感じがするのを気にされる方いますけど、デッサンにおいては、周りがね、こんな風に汚れるというか、ちょっと跡とか残ってもね、気にしないでいいですよ。すごくね、存在感のあるいいデッサンになったと思います。あと、花の付け根の額の部分もよく観察されていて、いいんじゃないでしょうか。このね、鉛筆の使い方に幅ができたせいで、花と葉っぱの色味の違い、緑色の葉っぱに対して紫色の花びらっていう差もね、はっきり出ていて、いいデッサンになったと思います。これで今日のデッサン講座終わりになります。さて、いかがだったでしょうか。今回のオンラインレッスンは、Zoom を使った、双方向の授業を想定していたんですが、240人くらいの応募があったそうなんですね。接続が不安定になるんじゃないかという危惧がありましたので、生徒さんの方の映像は止めて、つまり、対面のつもりが顔が見れない状態での授業となってしまいました。ですが、LINE で作品を送ってもらって、それを元に公表するっていうところはできたので、何かの参考になればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。これからもこのような動画発信していきたいと思いますので、では次の動画でお会いしましょう。さよなら。